大間がときフィルムのヒロです。どうも。今ね、僕と T さんだけなんですけど、トモさんはいません。でね、後からトモさんも来てもらうんですけど、ちょっと今回また僕の方でちょっと面白そうな事故物件を見つけたので、ちょっとトモさんにね、ドッキリじゃないですけれども行ってもらおうかなっていうふうに思ってます。で、なかなかね、そこもこうちょっとヤバそうな話のある事故物件なんで、トモさんがどんなことになってしまうのかワクワクしております。楽しみですね。ちょっとちなみにじゃあちょっとこれ見て。すごくない？何これ？これはね、今日紹介させてもらうその事故物件のなんていうのかな、ドアを開けた瞬間の写真です。で、今は当然このゴミはもう全部片付けられてるから何もないんですよ。だからもう最初はこの状態だったみたい。やばいよね。だから窓の半分までゴミだからね。そうで、今回やりたいのはトモさんに何も言わずに事故物件だということは言うんだけど、それ以外の説明は一切なく言ってもらいます。で、検証してもらうと。で、何か感じるでしょう。そうですね。もちろん。楽しいですね。そう。何か感じたり聞こえたり見えたりするでしょう。で、ここが実際どんな事故物件なのかをトモさんに当ててもらおうかなと思ってます。僕はね、何が起きた場所なのかっていうのは知ってますんで、当ててもらおうと思ってます。でね、これちょっと僕これ見ててさ思ったんだけど、ちょっと例えばズームしていくじゃん。これ髪の毛に見えるよね。人の頭に見えるよね。完全にそうだ。そう。だけどこういう風で亡くなったわけじゃないんですよ。別の場所で亡くなってるんだけど、人が倒れてる、突っ伏してるように見えるよね。当然ゴミを全部出すじゃないですか。で、その過程において遺体は見つかってないです。だからこれは遺体じゃないんだろうけど、ね、髪の毛に見えるなと思ってね。もうちょっとしたらね、多分トモさんもやってきますんで、そしたら今回の趣旨を説明したいと思います。でもうちょっと待ちましょうか。楽しみですね。はい、トモさん来ました。どうも。今日ね、これから撮影ということで。はい。またね、事故物件にちょっとトモさん行ってもらおうかなと思ってます。事故物件？で、今日はなんとトモさん一人です。一人なんですか？そう、結構ね、山奥、ここなんですけど、山の方なんですよ。今回アパートなんですけど、もう今他の部屋どこも住んでないです。その部屋だけ。もともと古い物件で、事故があったことが原因で全員亡くなったとかいうわけじゃないです。もともともう本当ガラガラで山の中だから、もう空室が多かったんですよ。なんやかんやあって、もう最後の一人も出ていっちゃったと。なので今もう全室空室。誰もいない。そう。そのうちの一つに行ってもらいます。果たしてトモさんはその部屋に入って何を見て、何を聞き、何を感じるか。そして実際その事故物件で何があったかを言い当てることができるでしょうか。そういうのなんだ。じゃあ今からその部屋に行きたいと思います。部屋だ。いや匂いがすっげえ。これ想像以上にやばいね。これめちゃめちゃ汚いよ。これさ、どんだけ掃除しなかったらこんなになっちゃうのかな。なに今映った？さあ、これどんだけ放置されたのかな。これなんだろう、この匂い。やっぱりすっごい匂いがありますね。ちょっとね、切れるか。
なんかこの部屋に入ってから左側の首元がゾワゾワするんだよ。なんだろうこれ。すっごい震えるんだけど、ちょっと待って、ここやばいかもしれないです。自分以外の存在がいるような気がする。見られてるような気がするんだよな。じゃあ、今から、うん。やります。おお、びっくりした。なんか今映って見えたね。どこいや、多分気のせいだと思う。聞こえます？音がすごいね。うん。ともさんどう？一通り見て回ったと思うけど、うんうん。何か感じたり聞こえたりとかってあります？なんかね、うん。入った瞬間に、うん。すっごい嫌な空気を感じた。でね、うん。こう、人が喋ってるようなさ、こうボソボソっていうのが、うん。たまに聞こえるんだよ。ああ、ボソボソ喋る声が聞こえる？聞こえる。どこで何が起きたとか感じる？何か。どういう、まあ、事故が起きたとか。これね、うん。すっごい、思うのがさ、うん。これ、ちょっといい？うん。このさ、風呂場それ。風呂場？そう、すごい。ここがね、めちゃくちゃ汚いね。そう、風呂場。で、見える？下とかどうなってる？見える？何それ？何が、どうなったらこんな汚れる？わからんけど、多分ね、ここ、やばいんじゃない？すごいね。ここがね、うん。そこが一番やばそう。一番嫌な感じがする。ああ。この、風呂場が一番やばいと思う。実際そこです。そこで事故起きてます。風呂場。風呂場です。風呂場でうん。事故が起きてんの？うん。何が起きたかというと、もともとそこに、とある男性が住んでたんですよ。で、その男性が、管理会社の方に、ちょくちょく、隣だとか上からだとかから、すごい話し声、物音がすごいするって言って、管理会社にクレームを出してたみたいなんですよね。で、それが日に日に週に1回とかだったのが、3日に1回の連絡、まあ、クレームになり、もう最終的には毎日管理会社に本当に毎晩男性の怒鳴り声が聞こえるとかっていう風で、管理会社にクレーム出してたらしいんですよ。まあ、ここに住んでた？そう、そこに住んでた人がね、男性なんだけど、で、まあ、怖い話でよくありがちなんだけど、男性が住んでた頃、そのアパートは、上も隣もね、誰も住んでなかったらしい。マジで？うん。マジ？そう。まあ、だから、管理会社も、相手にしなかったんだって。ちょっと、おかしい人みたいな。そう。で、相手にしなかったんだけど、とある日を境に、ぱったり、その男性が管理会社にクレームを出すことがなくなったんだって。で、まあ、管理会社も別にそんな気にせずに、落ち着いたのかなと思ってほっといたんだって。で、そっから1ヶ月後ぐらいに、ふと大家さんが、そのアパートを見回りに行ったらしいんだけど、そしたらその部屋からとんでもない異臭がしてて、玄関の前からね、もう部屋から外まで漏れるように、これはやばいっていうことで、管理会社呼んで、まあ警察も呼んで開けたら、ものすごいゴミ山で、で、そのお風呂場で遺体で見つかったらしいんだけど、でもね、ちょっとおかしいのが、実はね、死因がね、自ら命を絶ったわけじゃないんですよ。どういうこと？餓死。餓死餓死だそうです。
もう極度の栄養失調による餓死。ここで？そう。で、なんで？さらに、不可思議なのが、浴室に閉じ込められるような状態になってたらしい。ドアの内側にね、すごい引っかき傷とかがいっぱいあったなって。確かにそれっぽい。で、なぜか、その中に閉じ込められるような形になって、おそらく出ようとしてもがいたんだろうけど、開けられずに、そのまま餓死して、1ヶ月後に発見されたっていう部屋です。マジかよ。やばいよ。ここってことだよね。だって、ピンポイントで、この風呂場で、そう。ってことでしょ。なんかね、わかんだよ。そのヒロ君が言ってる。聞こえるよね。俺、自分で喋りながら何かボソボソ聞こえてるのを感じてた。わかる。そしたらトモさんさ、一回ちょっとお風呂入ってみようか。これに入るの？ちょっと一回入って、今、聞こえた？めちゃくちゃうめく聞こえたよ、今。マジで？って。マジ？ちょっと待って、これ。ちょっと一回ここで言うんだって。なんかゾワゾワしてくる。何これ。いや、これ無理でしょ。で、ちょっとドア閉めれるかな？ドアの方向ける？ドアに背を向けれる？おかしいよね。めちゃくちゃ話す。本当に。誰かおるわけじゃないよな。そっちは聞こえてない？聞こえてない、そっちは。いや、今もね、聞こえてないんだよ。そしたらその状態で、結構聞こえてる、こっちは。聞こえてる。聞こえてるね。なんでこんな汚れるんだろうね、大体。掃除してないでこんな汚れる？すごいね。シミがすごいね。すごいな。一応ここでもがいて、最終的には餓死してしまったっていう現場です。すごいな。これさ、だってさ、どう？多分、匂いとかさ、染みついてるからさ、めちゃくちゃ臭いの、これ。なんか、さっきからさ、音声がちょいちょいなんか雑音が入るっていうか、途切れるんだよ。まあ、テレビ電話だからちょっとそれはあるかもしれないけど。あるのか。ちょっと待って。なんかね、ここ入ってからさ、音がすっごいする。てか、待って、今さ、誰か歩いてる音しなかった？すぐ外を？部屋を？部屋を？わからない。こっちには聞こえてないけど。わからん。今さ。誰もいない？一応そっちは定点がずっとね、録画されてるけど。ちょっと。大丈夫？いないよね。いない。わかんない、こっちは。めっちゃ足音してるよ。来た。ビビった。まあ、その趣味あるよね。すごい。あれ、今。トモさん聞こえる？もうこっちはね、音声がすごい途切れまくってるわ。エコーかかってるし。別に。もうなんて言ってるかわからんね、ほとんど。電波悪いわけじゃないと思うんだけど。やばい。誰かいる。絶対いる、ここ。ちょっと待って。もう、これ。厳しい。ちょっと、続けれそうない？ちょっとまずいか。足とかすごいよ、本当に。
切れた。あれなんで切れちゃった？ともさん、ともさん。あれ切れちゃったね。なんで？あれなんで切れたの？ちょっと行きますか？まずいかも。ちょっと行きます。ちょっと待って。誰かいる。ちょっと待って。危ない。何聞こえない。聞こえない。聞こえない。さらに、不可思議なのが、うん。浴室に閉じ込められるような状態になってたらしい。危ない。